CPU グリスは米粒塗り派、エールです。あえらだよ。というわけで今回は、超初心者向け CPU 選び関連ガイド、スペック表のどこを見ればいいのかの徹底解説、やっていきましょう。今回は初心者向け解説会ですか。ですね。てなわけで今回は CPU に焦点を当てた動画になってるんですが、この動画では CPU の基本の木から、とりあえず自サカー同士のレス場に素手で参加できるぐらいまでの知識を網羅してみました。なんですが、正直 CPU 選びってめっちゃ難しいじゃないですか。Core i7、Ryzen 7、P Core E Core、3DV キャッシュ、GDP などなどなんじゃそりゃって感じで、しかもスペック表を見ても数字が並んでるだけで、結局どれが強いのかわからない。なんなら数字だけ見たらこっちの方がでかいのに実際のゲーム性能はあっちの方が上。レビュー記事を見てももはや日本語で書かれていない、みたいなこともまあ割とありますよね。わかりにくいですよね。てなわけで今回は自作 PC の CPU 選びで見るべきポイントをわかりやすく整理していきます。それでは行きましょう。レッツゴー。まず CPU の役割をおさらいしておくとこちら PC の脳みそと言っても良い存在で、多分今時の子は義務教育でやってそうですが、PC の大体全部の処理は CPU で行われるため、CPU の性能が高ければ高いほどパソコンがサクサク動きますね。ただ、その分野やお値段がするパーツなので、お財布と相談必須です。あ、はい。てなわけでまず最初に結論から言っちゃうと、CPU 選びで一番大事なのはコア数だけでもクロックだけでもキャッシュだけでもなく、一番見るべきなのは、自分の用途に対して必要な性能があるか価格が合っているかどうか、です。いやそれ当たり前では。って思うじゃないですか。ただここを間違えると無駄に高い CPU を買ったり、逆に性能不足で後悔したりするんですよ。例えば YouTube を見る、ネットで調べ物をする、たまにゲームをするぐらいなら、ぶっちゃけハイエンド CPU はほぼ必要ないです。一方で動画編集などのクリエイティブな作業、配信などのマルチタスク作業、競技タイトルをなるべく高フレームレートで動かす、みたいな用途だと、上位の CPU の方が快適になってきます。結局何をやるかが一番重要なわけですね。そういうことですね。てなわけで、試しに用途別でどのぐらいの負荷が CPU が要求されるかを一覧にしてみました。例えば同じゲーム用途でも、シティーズスカイラインにみたいな激重シミュレーションゲームと、バロラントみたいな軽い競技タイトルだと、冗談抜きで10倍以上の負荷の違いがありますね。ゲームでも結構違うんですね。はい、あと動画編集に関しても、アマチュアレベルの編集ならぶっちゃけ一部のゲームよりも負荷が軽かったりしますが、4K とかプロ水準の編集を行おうとすると、また話が変わってくるわけですね。それじゃあやっぱり用途は一番重要なわけですね。ただしここで最大の注意点なんですが、CPU によって動かない作業、ってのはほとんど存在しません。どういうことだってばよ。例えば、よく聞かれる質問で、この PC で動画編集できますかみたいなのがあるんですが、動画編集ソフトが一切動かない CPU なんて物理的に存在しません。マジかよ。スペックの差で完全に動かない用途みたいなのは、実はよほど極端なもの以外はあまり存在せず、性能差で変わるのはどれだけ快適になるか、どれだけ処理が早くなるかの違いなので、このことはよーく覚えておいてくださいね。つまり CPU 選びはスペック表の数字を全部見極めるゲームじゃなくて、自分に必要な性能を見極めるゲームってわけですね。なるほどね。それじゃあまずは基本の木から順番に見ていきましょう。まずは CPU のメーカーなんですが、インテル入ってるでおなじみのインテル、まずはこの会社が最大手ですね。さすがに有名ですよね。そして実は AMD という会社があって、こちらもパソコン向けの CPU を開発しています。Ryzen っていう名前の CPU が有名ですね。最近だと高性能な CPU を色々作っており、インテルのシェアをボコボコにしているのが特徴です。てなわけで、基本的にゲーミング PC の CPU を選ぶ場合、この2社のどちらかを選ぶことになります。おすすめはどっちなんですか？正直用途やグレード、購入タイミングによっていくらでも変わるんですが、マジで今の状況を怒られそうなぐらいざっくり言うと、ゲーマーならライゼン、クリエイターならインテル、みたいなイメージで OK です。なるほどね。とはいえ、まあぶっちゃけ好みみたいなもんだと思ってます。iPhone と Android みたいなもんですね。お次に CPU の名前、というか型番からです。インテルなら Core i3、i5、i7、i9、AMD なら Ryzen 5、7、9ってやつですね。数字がでかい方が強いんですよね。もちろん基本的にその認識で OK です。てなわけで、現在販売中の代表的な CPU たちを並べてみました。先の通り、上から順にそれぞれのメーカーで型番の数字が高い方が強くなります。そらそうだ。なので、最上位の Core i9 と Ryzen 9がフラッグシップ、次の i7 と Ryzen 7がハイエンド、i5 と Ryzen 5がミドルレンジみたいな感じですね。ここで余談なんですが、今時の最上位グレードの CPU、i9 とか Ryzen 9とかですね。これらはぶっちゃけゲーム向けには圧倒的にオーバースペックになっており、ゲーミング PC ならミドル帯前後のグレードを狙うのがコスパが良くなってます。マネーズパワー。やっぱり最上位 CPU はゴリゴリのプロレベルのクリエイティブ用途を行う場合や、アップグレードせずに5年後とかまで長く使う体で考えたりすると、余裕込みで上のグレードを目指すという感じです。余裕込みなら高いスペックの方が良いんですね。ですね。他パーツでも同じですが純粋に今必要十分なスペックを抑えたコストパフォーマンスを求めるのか、もしくは今は持て余すスペックだけど、将来必要になるであろう余裕をお金で解決するかはトレードオフです。コスパ最強イコール何でも最強というわけではないのは注意です。そしてさらに低価格帯には過去の世代の CPU がラインナップされてます。世代ですか？はい、CPU には開発された時期によって世代があり、型番のこの部分を見るとわかるようになってます。
例えば古い i7 よりも新しい i5 の方が高性能、なんてことがよくあります。ちなみにインテルの場合は今出てるのは新第2世代までになっており、実は Core i っていう名前は14世代までで、そこで一旦世代がリセットされたので、Core Ultra 200みたいな新第2世代の CPU が今の最新になってます。そして AMD のライゼンは大体2年ごとに更新されて、偶数番台が飛ばされることが多いんですが、今は9000番台が最新になってますね。型番の世代を要チェックですね。ですね。例えば11世代の i9 よりも13世代の i5 の方がゴリゴリに性能が上だったりするので、ブランド名だけ見て i7 だから強いと思って買うと、実は最新の i5 にボコボコにされる、みたいなことが普通にあります。そんな感じなので、例えばこれを利用することで、i7 ハイスペック囲めるカリサギ PC が作れます。いやそれダメなやつじゃん。まあそんな感じなので、CPU を見るときはグレードだけじゃなく、必ず世代も確認してください。あと型番を見るときにもう一つ覚えておきたいポイントが CPU のカテゴリーですね。なんじゃそりゃ。こちらは CPU の型番の最後についているアルファベットのことで、このアルファベットで CPU の使える機能や性能がちょっとだけ変わります。一番有名なのは K ですね。なんですが、インテル CPU の場合多分一番気にした方が良いのは F ノームで、F 付きの CPU は内蔵 GPU が非搭載になってます。するとどうなるんですか？グラボなしでモニターが映らないのでグラボ必須になる点が要注意ですね。ただしその分 F 付きの方がわずかに安いです。ちなみに現行世代のオートパソコンだとこんな感じ。まあこっちはわざわざ覚えなくて OK です。そして AMD ライゼンの CPU のカテゴリーはこんな感じ。インテルでいう K 付きがライゼンの X 付き、みたいな位置づけになってますね。なるほどね。またゲーム特化の X3D モデルは FPS をかなり出しやすいので、ゲーミング PC と相性が良いため、最近の自作 PC ではこの X3D モデルが非常に人気が高いです。詳しくは後で紹介するんですが、X3D はゲームに強い、とりまこれだけ覚えてれば OK です。ちなみに現行世代のオートパソコンだとこんな感じ、まあ大体ざっくりはインテルと同じノリですね。さあどんどん行きましょう。お次に見ておきたいのがコア数ですね。もうシンプルに、コア数は CPU が同時に処理をこなせる数に関わる部分で、脳みその数と思ってもらって大丈夫です。コアが多いほど、例えばゲームしながらディスコードを開いて、ブラウザで YouTube を開いて、裏で録画も回して、アバターを表示して、みたいな同時作業に強くなります。ってことはコア数が多いほどゲームも爆速ってことですか？実はそうでもないんですよね。ゲーム用途ではある程度のコア数があれば、それ以上はコア数よりも1コアあたりの性能やキャッシュの容量が効いてくることが多いんです。2026年基準だと、ゲームだけならだいたい8コアぐらいあれば十分で、つまるところ16コアだから8コアの2倍ゲームが早い、みたいな話ではないのは覚えておきましょう。あ、そうなんですね。なのでゲーム用途がメインなら、コア数を重視するよりも実際のゲームベンチマークを見た方がかなり正確です。例えば古い16コアの CPU よりも、新しい6コアの方がゲーム性能が高い、みたいなことも全然あり得ます。逆に動画のエンコードや 3D レンダリングみたいにクリエイティブ的な作業や、最初の例みたいに同時作業が多い場合はコア数が多い CPU が素直に強いです。それじゃあコア数は人によって重要度が変わるってことですね。まさにそういうことですね。ちなみに、コア数言ってますが、もっとわかりやすい指標がありまして、CPU が持つ全てのコアを使ったトータルのパワーのことをいわゆるマルチスレッド性能と呼びます。もっと省略すればマルチ性能ですね。ですね。いわば CPU の馬力みたいなもんで、エンジンを18積めば、そのまま18分の馬力が出るわけです。CPU のベンチマークでよく出てくるシネベンチはこのマルチ性能という指標を測るものになってます。ここで余談なんですが、最近のインテルの CPU は実は強いコアと弱いコアの2種類のコアを組み合わせた設計になっており、詳しくは省略するんですが、こうすることでたくさんのコアを CPU に搭載できて、効率よく馬力マルチ性能を出せるっていうメリットがあります。なるほどね。ちなみに強い方を P コア、弱い方を E コアと呼びます。性能は弱い方が強い方の 85% ぐらいですね。まあそんな感じなので、インテルの CPU を見るときは強い方のコアがいくつあるのかもしっかりチェックしておきましょう。お次にクロック周波数ですね。スペック表に 4.7GHz とか最大 5.5GHz とか書いてあるやつです。これも基本ですよね。確か CPU の速さですよね。なんですが、ぶっちゃけここはあんまり見なくて良いです。あ、そうなんですか？シンプルに CPU の動作速度ではあるんですが、ここでも重要になってくるのが CPU の世代で、例えば同じ 5GHz でも、古い CPU と新しい CPU では性能が全然違うことがあります。動作効率が違うってことですか？そういうことですね。なのでクロック周波数に加えて、世代間の進化を含めた1コアあたりの動作速度のことをシングルスレッド性能と呼ぶ指標があります。省略するとシングル性能ですね。ですね。マルチ性能が馬力だったのに対して、こちらはいわゆる CPU の最高速度みたいなもので、一つのエンジンをどれだけ早く分回せるかが重要になってきます。そしてこの性能は PC のサクサク感、いわゆるアプリを開く速度やブラウザの動作速度、レスポンスの速さなど PC の快適度に直結してくる感じですね。個人的にですが一番重要視してる指標です。メーターでどっちが強いとかあるんですか？昔は AMD の方がめっちゃ速い時代があったり逆にインテルの方がめっちゃ速い時代があったりしたんですが、ぶっちゃけ今はほぼ大差はないので、いわゆる良い勝負ってやつですね。それじゃあ最後にキャッシュ容量について見ていきましょう。
急に難しそうな単語出てきましたね。はい、いやなんて説明するか迷ったんですが、キャッシュはいわば CPU の中に積まれてるメモリみたいなもんですね。超高速な専用メモリみたいなもので、CPU が全力で動けるようにサポートする役割を担ってます。そして、キャッシュ容量は CPU のコア数マルチ性能やクロックシングル性能よりも一見すると地味なんですが、特にゲーム用途ではキャッシュの多さがゲーム性能に直結します。それじゃあゲーミング PC だと結構重要になってくるってことですか？まさにそういうことですね。キャッシュをたくさん搭載した CPU は FPS を出しやすいだけではなく、ゲーム中の格付きスタッターを減らせるという超ありがたい恩恵があります。ただし、設計がそもそも違うのでメーカー間でキャッシュ容量を比較する意味は全くありません。ここで余談なんですが、ライゼンの一部の CPU、型番に X3D とついたモデルはこのキャッシュが超強化されており、詳しくは省略するんですが、なんと普通の CPU の3倍ものキャッシュを搭載しています。だからゲームに強いんですね。そういうことですね。ただゲーム以外の用途だとキャッシュの恩恵は割と限定的なので、キャッシュをたくさん搭載した CPU はゲーム向けの CPU なんだなっていう認識で OK です。それじゃあここからはだいぶ詳しく知りたい人向けになっちゃうんですが、スペック表によく記載される箇所について超爆速で紹介していくぜ。まずは CPU の世代ですね。数字ではなく実はこちらが正式名称になるんですが、インテル12世代ならアルダーレイク、ライゼン5000番台ならゼン3みたいにかっちょいい名前がついています。自作系 YouTuber を始めるならとりあえず全世代覚えた方が良いでしょう。あ、はい。そしてソケットはマザーボードと組み合わせるときに確認した方が良いポイントで、インテルなら LGA1851、ちなみにこれはピンが1851本あるという意味ですね。そして AMD なら AM5、みたいに名前がついています。ここで対応マザーボードが決まってくるので、例えば AM4 のマザーに AM5 の CPU はくっつきませんよ。そしてメモリの周波数ですね。これはメモリをぶっ刺した時にどれくらい速い速度まで対応しているかということで、例えば 7200MHz のメモリがあったとしても、CPU が 6400MHz まで対応なら基本その速度で動きます。低角。ただし、OC メモリという特殊なメモリについては注意が必要で、OC メモリのクロックと CPU のメモリクロックサポートは関係ありません。そしてお次に CPU の TDP ですね。これはざっくり言うと消費電力で、実は TDP125W と表示されてる CPU でも、負荷がかかった時の実際の消費電力量に2段目があります。甘すぎて草。ややこしいんですが、インテルなら1段目が PDP（PL1）、2段目が MTP（PL2）、AMD なら1段目が TDP、2段目が PPT と呼ばれます。実際に CPU が使う電力は実は2段目の方なので、この点は覚えておくと良いでしょう。また、個人的な所感としては、2段目の値が 200W 以内であれば空冷クーラーでも運用可能だと思っています。そして内蔵 GPU ですね。ちゃんと言うと iGPU です。これが搭載されてる CPU はグラボなしでも画面を映せます。F カテゴリーには非搭載ですが、逆に言えばそれ以外は原則搭載されており、AMD も7000番台以降は原則搭載しています。ちなみに内蔵 GPU の性能は AMD よりインテルの方がかなり強いです。そして最後に MSRP ですね。なんじゃそりゃ。これは日本語で言うとメーカー希望小売価格のことで、言い換えれば CPU の定価、ということになりますね。ただし、海外ならともかく日本での販売価格は円安や代理店などのさじ加減でいくらでも変わるので、ぶっちゃけ合ってないようなもんなので、あんまり気にしなくて OK です。それじゃあ最後にまとめいきましょう。CPU にはたくさんのスペック箇所があるんですが、主に見ておきたいのはこの3つとなり、1つ目が主にコア数によって決まるマルチスレッド性能。マルチ性能。重たいクリエイティブ作業をした時や複数ソフトを動作させるマルチタスクなどで影響してくる指標で、CPU のグレード搭載コア数によって大きく変わる性能になります。またたくさんコアを積んでいるインテルが得意としている分野でもありますね。そして2つ目がシングルスレッド性能。シングル性能。主にアプリを開く速度やレスポンスなど、PC のサクサク感に直結してくる性能で、CPU の世代やクロック周波数によって大きく変わる性能になります。そして3つ目がゲーム性能。そのままゲーム用途でどれだけ FPS を出せるかの指標で、主に CPU に搭載されるキャッシュ容量によって大きく変わる性能になります。また X3D モデルを展開している AMD の CPU が得意としている分野でもありますね。てなわけで、最終的には自分の用途に対して、必要な性能を満たしているか、これを判断すれば OK ということになります。クリエイターならマルチ性能を重要視すれば OK ですし、ゲーマーならゲーム性能を重要視すれば OK ですし、PC の快適さを追求したいならシングル性能を重要視すればいいわけですね。なるほどね。CPU はスペックやベンチマークの数字が多くてややこしく見えますが、全部の性能が最強である必要はなく、自分が一番よく使う用途で十分な性能が出ているか、そこを見れば大きく失敗することはないでしょう。てなわけで、単純にこの CPU が強そうだから買う、ではなく、自分の用途に合った性能を持っている CPU を選ぶ、これが CPU 選びでは一番重要だと思います。それでは今回はこの辺で、このチャンネルでは自作 PC に関する解説動画やおすすめパーツ紹介などを気ままに投稿。またニュースチャンネルでは毎週日曜夜に自作 PC ニュースを定期配信。また概要欄のリンクから普段の買い物をしていただくだけでも活動の支えになります。良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。